沖本茂雄さん、当時15歳。爆心地から 4.6km の南関温町で被爆しました。沖本さんは広島市立中学校の3年生でした。学徒動員で三菱重工業広島機械製作所でタービンを作っていました。鉄骨の建物の中で仕事をしていたため怪我はありませんでした。郊外の親戚へ向かう途中、黒い雨に遭いましたが、今のところ放射線による高障害はありません。一応ですね、6日の日はですね、たまたま私のこのコンディションがあまり良くなかったんですよ。それで会社を休むのがいいのかどうかなというところまでやったんですけど、少々のことはないから行こうと言って出てきたわけですよ、こちらへですね。それでいつも会社へ来ましたらですね、ここの会社の方の若い技手の人と、あれは学校出たばっかりの方だったんですかね。それを人といつも連れ合ってこの分工場を作ってたんですよ。廿日市のこのヘラ村というところにですね、この三菱の分工場ができてたわけです。その方にこの機械を疎開この分工場を作りながら機械も疎開させてたわけです。だからその機械の整備に行ってたわけなんですよ。だけどたまたまその日には私がそういう体のコンディションがあんまり良くなかったもんですから、じゃあ今日は行くのは取りやめようということで、この工場の中で仕事をしてたわけです。ご承知のようにこれもあんまり大きな窓ではないんですけど、この窓がですねカッと光ったのは覚えてるんです。だけどその瞬間、この機械が大きなもんですから、いいからこのヒューズ飛ばしてもああいう大きなピカッと光るわけですね。またヒューズが飛んだ、どっかの機械が飛ばしたかなって言っておったんですよ。そうするとドカーンっていう大きな音がして爆が来たわけです。それで私らも機械のからちょっと跳ねられたという格好になりますけど、だからどの程度ここを退社する時にですね、どの程度どういうような被害を受けているかというのがわからないんですよね。そこにおった時にはですね、かなり大きな爆弾が落とされたんだというのは耳にするわけなんですけど、実どんなものかというのも分かりませんし、だから実ここは帰りまして、そうですね、ちょうどここの正門出た今のグラウンドの辺ですかね、あの辺まで歩いて行った時に灰色の雨に黒い雨に降られたわけです。一面の空がですね、ずっと灰色の橙色みたいな格好になるからずっと変わってきましてね、そうしたらうちに真っ黒上が真っ黒い雲が出てきまして、雨が降り出した、夕立が降り出したんですね。はい。だから原子雲がずっとかぶさってきたような格好ですよね。最初はお日様を隠して、その時はちょっと橙色ぐらいに色が変わってきまして、それから今度は真っ黒になってきた。で、沖本さんはその雨にどのぐらい当たった？そうですね、だからちょうど風向きがですねこちらへ吹いておったもんですから、かなりの時間その雨に遭いましたね。雨と一緒につろうて歩くような状態です。その程度で後の記憶はですね、どうやって歩いて帰ったかなというのもわからないんですけど、途中で覚えておるのはですね、今の電車の停留所、今の天満町の停留所あたりへ歩いて出ているわけです。この道を広い道をずっとまっすぐ行きますと出られるもんですから、そこへ出て今度は市内の方へ入れないもんですから、逆に今度は鯉の方へ向かって歩いていったのは覚えているんです。そして今度は
この私の方がクスノキですから、だから川伝いに、それから今はこの放水路になっておりますけど、前の何川になるんですかね、この川伝いにずっと帰っていったわけです。でこのちょうど御嶽の観音様に上がる道のところに横にですね、陸軍病院があったんですよ、軍院があったんですよ。ちょうどその辺にたどり着いた時にですね、また空襲が発令されたわけです。それもすぐ解除になりましたけども、それから解除になってまたずっと歩いて市内入れませんので、ずっとまた川伝いに今の新庄橋という橋のたもとへから今度また市内の方へ少し入っていったんです。そうですね、あっこから何メーターぐらい入りましたかね。今の日産自動車のあたりまでは入れたと思います。あの辺に昔の大橋という製菓工場があったんです。靴この文化を作ってた工場があったんです。その辺までは入れたんです。で私の家があったのがそれからまだもう少しいたところなんで、だから私らがそこへついたどり着いた時には燃えておりましたですね。あの辺一帯は全部燃えておりました。それで仕方なくそこへ、そうですね、どのぐらいおりましたかね。少しずつやっぱりおった、ずっとどうにかして帰らないといけないと思って、どうすればいいかというところで何時間かそこにたむろしとったと思います。でその時にこの市内からどんどん避難していく人には出会いましたけどね。だから市内から出てこられる人はもう性別が全然わからないような状態が多かったですね。真っ黒い顔をしてもう男顔の中は全然わからないような状態です。記憶でよく残ってるのは当日はそういうような状態ですね。私ども日が暮れてくるので仕方なしにこの親戚を頼って奥に入っていったわけですけど、あくる7日の日に市内を家族を探して歩く時にもう男女の区別をつかずにいろんなこの歩く姿でひっくりこけたと状態で死なれた方、それからこの水槽で首だけ出してこの死なれてる方、あるいは川の中で暑さを逃れるために川の中で死なれてる方たくさん見ましたんでね、その人今この世の地獄だなというような光景をもろに見ましたんで、それがやっぱり一番印象に残ってますね。この平和になって、私らも自体にこの戦前戦中戦後と生活してきてるわけなんですけども、あの当時戦前この戦中あたりの惨めな生活あたりと格段の差がありますしね。だから今の人はもうその点では幸せだろうと思いますけども、結局核戦争が起きれば地球全滅のような状態になるんでしょうけども、実際にそれを投下され大きな規模でなくしても投下されればそれに遭った被害の人はかなり苦しむよというのは伝えてやりたいですね。原爆の悲惨な全然性別もつかないようなこの死に方をしておりますのでね、真っ黒系になっておりますので、だから一番今でも印象に残っているのがこのなんですね、子供さんを後ろに背負われて、それで前に爆で倒されたままの状態でこの片足を跳ねたような状態で真っ黒系になってる人がありましたけどね。だからそれらはこの子供を背負ってるから女の人だなというのはこの感じで分かりますけど、そんな相手この私らが新庄橋のとこでいろいろと家の方向に向かっていろいろと眺めておった時でも避難される方そのものがもう真っ黒い顔をして体全体見てもこれは女の人か男の人か分からないような状態で避難されるのを目の当たりに見てますからね、二度とそういうものはしてもらいたくないなという気がしますね。
戦争だけはしてもらいたくない。